こんばんは、クリミナルです。今回はアメリカで発生した連続放火事件をご紹介します。1987年、アメリカ・カリフォルニア州ベイカーズフィールドの生地屋で火災が発生した。消防署員が現場に急行すると、今度は同じ地域で別の火災が発生した。放火調査官のケイシーが現場に到着すると、そこには火のついたタバコ、3本のマッチ、筒状に巻かれた黄色のメモ用紙が見つかり、それらは輪ゴムで一緒に留められていた。いわゆる放火装置である。そして今度はベイカーズフィールドより160キロ南に行ったフレズノで火災が発生した。調査官のケイシーはこれらの火災は連続放火犯による犯行ではないか、そう感じていた。ケイシーが放火装置を指紋鑑定家に送ったところ、メモ用紙から左手薬指の指紋を採取することができた。早速その指紋を州の犯罪記録データベースで検索にかけてみたが、適合者は見つからなかった。ケイシーはふとこんなことを考えた。フレズノで発生した火災は放火調査官たちの会議が終わった後に発生していた。その会議に参加した人数は242人で、そのうちの55人がフレズノ方面へと向かっていた。もしかしたら会議の参加者の中に放火犯がいるかもしれない。そう思ったケイシーは55人の名前をリストアップした。そんなケイシーの姿を見た同僚は彼にこう言った。正気か？まさか仲間を疑っているのか？ただ、これらの放火事件は迷宮入りとなってしまった。それから2年後の1989年、パシフィックグローブで放火調査官たちの会議が開かれた。そして会議が終わった後にロサンゼルス方面への高速道に沿って複数の火災が発生した。これが周辺地図である。ちなみにこの会議を終えた後、ロサンゼルス方面へと向かった調査官は10人だった。今回の火災においても現場から指紋を採取できたので、今度は FBI の全米犯罪記録データベースを用いて指紋の検索を行ったが、またしても適合者は見つからなかった。翌年の1990年10月から91年3月までの間、ロサンゼルスのドラッグストアや小売チェーン店などで複数の火災が発生。3月下旬には1日に5件の店舗が放火被害に遭った。ただ、放火された中で店員が火を消し止めることに成功していた店舗があった。早速調査官のケイシーが現場に赴くと、そこでも放火装置が発見され、それはベイカーズフィールドの火災現場にあったものと酷似していた。このことから、このロサンゼルスにおける連続放火事件は、ベイカーズフィールドやフレズノで放火事件を起こした放火犯と同一人物であると考えられた。この連続放火犯は犯行内容からピローパイロと名付けられた。ちなみにこれらの火災は閉店後ではなく営業時間内に火をつけられていた。どうやらこの放火犯はだんだんと犯行が大胆になってきているようだ。またその後の調査でどうすれば火が早く回るかを熟知した者による犯行であると判明した。消防関係者の中に犯人がいるというケイシーの読みは現実味を帯びてきた。1991年4月、カリフォルニアにてピローパイロ対策本部が設置され、本格的に捜査が始まった。そして対策本部の調査官3名がケイシーの元を訪れ、彼が調べていた指紋の写真を提供してもらい、それをロサンゼルス郡保安局のロン・ジョージに送った。ロン・ジョージは軍の警察官の指紋すべてを管理しており、さらに警察官の職に応募したことがある人間の指紋も持っていた。つまり、過去に犯罪を犯した者の中から犯人を探すのではなく、警察官や警察官を志した者の中から犯人をあぶり出そうとしたのだ。すると、ある人物がヒットした。その指紋の主は、グランデール消防署の署長、ジョン・オールだった。彼は放火調査官の職に20年従事し、その後、消防署の署長となっていた。彼は1971年にロサンゼルス市警の職に応募しており、その時の指紋の記録が残っていたのだ。彼は警察官を志したが、面談した採用者に未熟と判断され、さらに心理学テストで警察官には不適当とされ、不採用となっていた。
指紋の主がオールだと判明した後、州南部で会議が開かれ、そこにはオールも出席していた。調査官らはオールを現行犯逮捕しようと会議の後彼を尾行した。しかしオールは尾行に気づいていたのか火を放とうとはしなかった。この時彼はうすうす自分が怪しまれていると思っていたのかもしれない。そしてさらなる決定的証拠が出た。それは彼の虚栄心によるものだった。なんとオールは発火点という名の小説を書き出版社に送っていたのだ。添え状にはこう記されていた。この小説は過去8年にわたりカリフォルニアで連続的に放火した放火犯のパターンを追った作品である。犯人はまだ捕まっておらず、しばらく捕まることはないだろう。私の作品の中では犯人は一人の消防士である。調査官たちはその小説を手に取り読んでみた。するとそこには実際の事件と酷似した内容が記されており、間違いなく連続放火犯ピローパイロが書いたとわかるものであった。1991年12月4日早朝、捜査官らがオールの自宅に到着し、家宅捜索を行った。すると彼の車のマットの下から黄色のメモ用紙、バッグの中からはタバコ、マッチ、輪ゴム、ライターが見つかった。こうしてジョン・オールは29件の放火と4件の殺人で有罪となり、仮釈放なしの終身刑が下った。彼が書いた小説、発火点にはこんな一文がある。連続放火に至る人間は大抵小さい頃に火遊びをした経験がある。放火犯は逮捕されない限りやり続ける。捕まることなく成人すると、それは性的な空気を帯びてくる。放火犯は精神的に不安定で人と関わるのが苦手だ。そのため火は友人であり、恩師であり、時には恋人にもなるんだ。連続放火犯ジョン・オール。彼は1984年から放火に手を染め、捕まるまでに2000件以上の放火をしたと見られています。ちなみに映画チェーン・オブ・ファイアはこの一連の事件を題材にしています。オールは虚栄心や承認欲求が強い男でした。彼は友人ととあるホームセンターの火災の件について話したことがありました。その友人があの火災は事故に決まっていると話すと、オールはひどく怒ったそうです。それは事故ではなく彼が放火したからでした。強い承認欲求を持った犯人は自身の犯行を事故で片付けられたり他者による犯行とされることをひどく嫌がります。自分が起こした事件を作品、手柄といったニュアンスで捉えているのです。これはシリアルキラーにもよく見られることで、例えばキース・ジェスパーソン。彼が起こした事件では犯人として別の人間が逮捕されていました。普通の犯罪者の思考であれば身代わりになってくれてよかった。そう考えるでしょう。しかしジェスパーソンは自らが犯人だと名乗り出ました。自分が起こした事件が他者の犯行だと世間に思われているのが気に食わなかったのです。連続放火犯のオールは名乗り出ることはありませんでしたが、有り余る承認欲求を抑えきれず、自身の犯行を元にした小説を書いてしまいます。これがあだとなり、彼は逮捕されることとなりました。こうした放火犯にはいくつかタイプがあります。1、愉快犯。2、英雄思考。3、復讐。4、隠蔽。5、鬱憤晴らし。オールのケースでは1と2に該当するでしょう。愉快犯タイプは放火そのものを楽しみ、自らが放った火が大きく燃え上がる光景に興奮します。このタイプの犯人は現場に戻り、見物することが多いとされています。英雄思考タイプは自分で火を放ち、真っ先に消防に連絡をしたり、消火活動に当たります。それは自分がヒーローになることを目的とした放火で、承認欲求を満たすための放火です。このタイプの犯人の中には、消防士を志している者や、現職の消防士、消防団に属している者がいるとされていますが、このオールがまさにそうです。彼もまた、なぜか火災現場に真っ先に到着していました。彼は放火をすることで満足感や興奮を得て、さらに火災現場に真っ先に到着し、消火活動に当たることで名誉や称賛を得ていました。
しかし、それだけでは満足せず、小説、発火点を書いてしまったのでした。